はい、ではこの動画では僕の施術で、関節とか体の動きをどうやって変えていくのかということについてお話をしようと思います。事前にね、彼に相談を受けていたので、今日獲得したい動きっていうのをやってみてください。腕を伸ばしてひねると。で、肩と肘とか腕をね、強調させたいというような感じなんですね。見た感じ、この辺とか胸の前側とか硬いような感じなので、もう一回やってみてください。ではやっていきます。前の方が硬い感じですね。そうですね、彼は慣れてるので、もう自分の動かしたい方向、こっちに動かしたらいいみたいなのが分かっているので、アシストしてくれてる感じですね。で、この鎖骨の周りもちょっと硬いですね。鎖骨っていうのは肩の動きとか上半身の動きですごく大事なので、鎖骨が硬いと、スポーツとかいろんな動きにも制限が出ちゃいます。でもう一度動かしてみてください。すごくここの伸びが出てると思います。もうちょっとこの辺り腕の前側も緩んだらいいかなと思います。もう一度。そうですね。で、これ伸ばしながら体幹に回してみるとどうでしょう。見た感じこの辺りが硬い感じがするので、そこもやってみます。左右を下ろして。見た感じこの辺の横隔膜とか肋骨の辺りが硬い感じがするのでやってみようと思います。で、もう一度伸ばしながらひねって伸びが出てますね。もうちょっとやるので、今背中の後ろ側、腰の辺りをやっています。カメラから見えませんが後ろ側をやっています。ではこのまま動いてください。で、僕は彼に動いてもらいつつ、こっち側の手で腰の筋肉をやってます。戻して、もう一度、はい、戻して、もう一回、はい、戻して、で、動かして、どうでしょうか。そうですね、動きやすいですね。手の動きと体幹の動きが一緒にね、手、肩、体幹、胸郭っていうのが動く感じです。もうちょっと今度こっち側が欲しいので、脇の後ろ側の筋肉ですね。この辺りは肩を回したりとか腕を伸ばす筋肉がいっぱい集まっているところなので、ここが硬いとまた肩の動きができなくなっちゃいます。あとこう脇を締める筋肉も密集しているので、ここがしっかり働くとこう肘を閉じるとかね、脇を閉じる動きっていうのが獲得できるのがいいですね。ではもう一回最初の動きやってみてください。すごく肩とか肘とか体幹の連動がいいと思いますね。で、後ろ側から肩甲骨の周りをやっておきます。はい、動かしてみて。かなり動きの質とか滑らかさとか連動っていうのが変わっていると思います。こんな感じで、肩の痛みとか硬さだけじゃなくて、関節がうまく使えるようになったら動きの連動とかが取れるようになるので、スポーツをやってる方っていうのはすごくおすすめなんじゃないかと思います。この動画気に入っていただいたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。